こんにちは、川勝の健です。今日は小屋からお届けします。今回はレーザー彫刻機使ってみたいと思います。レーザー彫刻機あげるので使ってみてくださいっていうご連絡をいただいたので、レーザー彫刻機いろいろ使ってみたいと思います。以前もレーザー彫刻機のレビューしたことあるんですけど、今回はどんな感じか見ていきます。今回はアトムスタックというメーカーの X20 Pro というモデルです。まずはどんな感じか見て組み立てていきます。これフレームですね。かっこいい青っぽいアルミのフレーム。フレームエアを送るコンプレッサーですかね。これが電源スイッチとかコントロールパネル、操作ができるディスプレイ、レーザー照射器ですね、メガネとその他コード類。説明書が英語なんですけどついてるので、この通りに組み立てていきます。これは優しい。使うビスとかにステップ1ステップ2って書いてありますね。この順で使えと。一応六角レンチとかの組み立て工具ついてるんですけど、電動でやっちゃいます。中央のフレームは四角形のフレームにスライドして差し込みます。ベルト、ゴムベルトですね。これマグネットでディスプレイがくっつきますね。配線をしていきます。これがモーターですね。サボモーター。このコードプラプラしているのは結束バンドが付属してるんで、それで固定しておきます。これ電源コードと変換アダプターなんですけど、ちゃんと日本の3ピンのやつがついてますね。100ボルトで、電源入れるのがこいつですね。本体とコンプレッサー、こいつにも入れます。でこの変換アダプターから来てる電源コード2つに分岐できるんで、こことこいつですね。で電源入れます。よいしょ。空気を送るホースをつけます。でこれをレーザーユニットのここに挿します。これがオンオフボタンですね。でこれが何かあった時に再起動できるリセットボタンで、これがエマージェンシーストップ。何かあった時にこれを押せば全部が一気に止まると。このレーザー照射ユニットがファンがすごい回ってますね。SD カードにデータ入れて使うこともできるんですけど、USB で直接パソコンにつないで操作もできるので、今回はこれでいきます。PC フリーソフトのレーザー GRBL 使っていきます。電源入れます。
これで今接続できました。とりあえずこの木の板に彫ってみるんですけど、このレーザーは固定焦点式という焦点の合わせ方をとってるらしく、この機械と対象物の焦点が常に一定になるように調整してあげます。これを挟んでこのユニット本体の位置を調節します。これが挟まる位置がちょうど焦点が合う位置だということらしいです。これを抜いてコンプレッサーも動かしておきます。レーザーで対象物が焼けると、特に木とかは結構焦げて二重であんまりきれいにできなかったりするので、空気を送って塵とかあと熱風も飛ばしてよりきれいにクリアに彫刻できるようにするっていうのがコンプレッサーの役割だと思います。使ったことがないので分かんないですが、ちょっとやってみます。ファイルを開きます。この靴のイラストを彫ってみます。この画面でスピードとかパワー調整できるんですけど、どれぐらいやったらいいか分かんないじゃないですか。なのでこれやると、ここにいろいろレーザーの機種が出てきて、今回は Atom Stack X20 Pro なんで、これを押して、で材質パインですね。カットじゃなくてエングレイブにしてってやると、ここにね、パワー 20% でスピード3000で1回彫刻でやってくださいっていうおすすめ設定が出るんで、これで適用すると自動的にこうなるんですよ。で、大きさを横 100mm にして、押すと画面に今から出力するファイルが作られます。でこのボタンを押すとセンターに行くんですね。今レーザーがセンターに動いたんで、木材をちょっと調整して、じゃあこれでランプログラムスタート。そんなに煙が出ないですね。全部で6分かかるみたいですね。どこ掘ってるかリアルタイムに表示されてます。終わりました。結構ね、動作音しますね。今ここの電源とあとコンプレッサーの電源切ったんですけど、かなりずっと、コンプレッサーはもちろんなんですけど、このレーザーユニットもかなり大きめの音がします。で、すごいめっちゃ綺麗にできてますね。すっごい綺麗ですね。画像では穴飾りとかステッチとかこのウェルトの目付けとか書いてあるんですけど、それもしっかり表現してますね。そんなに大きくないですよ、この絵。これぐらいなので、すごい精度が高いですね。じゃあ次は革に刻印してみます。ここにキッシュのロゴを入れてみたいと思います。で、今度はまた同じくおすすめ設定見ますね。これで。ここに結構いろいろあって、例えばアクリリック、アルミナ、セラミックとかデニムとかグラス、アイアンシート、ここにレザーがありますね。とかいろいろラバーとかロック、レジンとかいろいろありますね。レザーを選んでエングレーブですね。でそうするとおすすめパワーは 20%、スピード3000と出ているので、これでいきます。はい、こんな感じでできました。すっごいくっきり入ります。通常の革の焼き印とこのレーザー彫刻でやる焼き印というか刻印は、風合いが若干違って、レーザー彫刻は革に圧力をかけてるわけじゃなくて表面焼いてるだけなんで立体感はないんですよね。でその代わりすごく黒々はっきりと出ます。それと通常の革の焼き印って革によって結構秒数だったりとか温度とかってそれぞれ調整する必要があるんですけど、こっちのレーザー彫刻だと比較的安定してできそうな感じがあります。でも圧力をかけて革のぷっくり感っていうかそういうのは出ないので、
またレーザー彫刻と焼き印とでは表情が違いますね。じゃあ次やりたいのは切断です。木材の切断。このレーザー彫刻機すごくパワーがあるので切断もできます。15ミリの木材も切れるということで、これ何ミリかな、15ミリ以上あるんですけど、これ24ミリとかあるんですけど、何度かやると切れると思うので、ちょっと分厚いんですけど、このレーザー彫刻機で切断してみます。今度はちょっと適当に作った線の、ただの線の画像なんですけど、これをパインのカットですね。カット。で、シックネス 14mm、9mm 選べるんですけど、14mm 選んでおくと、パワー 80% でスピード300で7回切れというんですが、ちょっと最大パワーでいってみたいと思います。一応6回カットにしました。じゃあこの木材の真ん中切断します。相当強力なレーザーが出て、うわ、見えない。見たらいけないやつが出てますね。あ、もう切断されましたね。下まで貫通してます。もうちょっとか。終わりました。この状態だとくっついてますね。ギリギリ。最後ちょっとだけここ残ってましたけど、切れてます。切断面は黒く焦げてます。いや、めちゃめちゃ綺麗な切断面ですね。完全な平面は当然なんですけど。じゃあ次やってみたいのが、この厚さ8ミリ、7ミリぐらいの杉の板なんですけど、ここにまず、このなんか僕が靴磨いてる画像をこっちに入れて、この写真をですね、木に彫刻します。36分、5分もかかるみたいですけど、気長に待ちます。さて、どんなになるでしょう。すごい。できました。すごいですね、これ。浮き彫りになってますね。わかります？この立体感。まあ、靴磨いてるかはギリわかる感じですかね。で、ちょっとこれ、もっとよく見たいところなんですけど、このまんまの位置で、このパズルの画像を入れます。ちょっと大きさ変えよう。15ミリ。これで、僕の靴磨いてる画像がパズルになると思います。それでやってみます。今回はカットなんで、ゆっくり強いレーザー光を当ててますね。焦げないようにコンプレッサーを強めにしておきます。カットしてます。結構煙出ますね、やっぱり。さっきの彫刻と違って、この8ミリぐらいの板を完全に切断してるんで、かなり煙出てます。ちょっと換気します。ちなみに完全に下に多分抜けてるんで、下になんか木材とか紙とかあると燃えちゃいますね。このテーブルは今鉄板なんで大丈夫です。まあその下敷き用にこの金属板も入ってましたし、これを敷けば大丈夫だと思います。さあ終わりました。できてるんでしょうか。ぬめっ、下に
だいぶヤニが出てますね。まあこれは木が焼けた時に出るんでしょうがないんですけど、こんな感じで焦げたヤニがついてます。ちょっとベタついてますね。で、肝心のこいつできてますね。すげえ。お、すごい。めっちゃ綺麗にいきましたね。何の問題もなくレーザー彫刻、そしてレーザーカット、綺麗にいきました。じゃあちょっとぐちゃぐちゃ混ぜて、全9ピースの革靴の剣パズル。どうですか、革靴の剣パズル欲しい人いますか？最後に革靴製作にこのレーザー彫刻機を使うとしたらなんですけど、例えばこういった唐草模様なんかをフルブローグの穴飾りの代わりにレーザー彫刻で施すみたいなことがやってみたいなとね、常々思ってます。イギリスのガジアーノ・ガーリングではホールカットにそういった模様を施してる靴があって、すごくかっこよくて憧れてるんで、まあいつかね、そろそろちょっとサンプル一足レーザー彫刻で作ってみたいなと思ってます。で、ちょっと今回こんな感じの唐草模様を革に彫刻してみます。ちなみにこうやって革に刻印していると匂いしてきます。木の匂いっていうのは普通に木が焼ける匂いなんですけど、皮が焦げる匂いはちょっと特徴的で、あんまりいい匂いではないですね。換気必須です。ちょっと強かったですけど、すごく綺麗になってます。今回は例えばこんな唐草模様をやってみましたけど、普段穴を開けるブローギング、あれを実際穴開けずにあの模様をレーザー彫刻するとか、あとはステッチをレーザー彫刻してちょっとなんか縫ってあるように見せてみたりとか、なんか、レーザー彫刻でやる分には完全な飾りですけど、そういったいろいろ広がりがありそうなので、この靴作りでも使ってみたいなとは思ってますね。僕は靴作り以外にもシューツリも作りますし、革小物系もやるので、そういうところでも使えたらいいななんて思ってます。あとは今度始まる工房建設ですね。この飾り的にこのレーザー彫刻の優れた切断能力を生かして、なんか浮き彫りみたいなのをやって飾れたらいいかなとかね、いろいろ妄想が広がります。ということで今回このアトムスタック X20 Pro という機種を使ってみました。とても使いやすかったですね。PC ソフトは無料のレーザー GRBL っていうやつを使ったんですけど、パワーとスピードのセッティングを自動で設定してくれるっていうのがすごい助かりましたね。ほとんど失敗なくいきましたね。特にこの革靴の剣パズルはかなりいい出来。このアトムスタック X20 Pro のリンクは概要欄に貼っておきますので、気になる方はチェックしてみてください。今回はパソコンでずっと接続してやってましたけど、 SD カードにデータ入れてここに挿して、でこのコントロールパネルから操作してレーザー彫刻することもできるみたいなので、結構煙が出るんで外でやりたいところですよね。なので家の中でデータ作ってで持ってきて外で彫刻はするっていう使い方も結構いいかもしれないですね。気になる方は是非チェックしてみてください。というわけで本日の革靴の件でした。